今日は私が沖縄料理で一番好きなタコライスを買ってきました。沖縄のタコライスといえば金タコ、正式名称はキングタコスなんですけど、沖縄のタコライス発祥のお店で、いつどの時間に行っても観光客とか地元の人でめっちゃくちゃ混んでるんですよ。そしてパックから飛び出すほどの爆盛りのオープニングを見てタコライスを食べたいと思った皆さん、安心してください。今から私が給食風のタコライスの作り方をやっていきます。教えていきます。この金タコ食べたいのは一旦我慢して、給食風はこのひき肉の中に人参と玉ねぎを入れていきます。最近ショート動画にハマりすぎてずっとショートだったんだけど、久々にこのロング動画撮りたいと思って、今日はお話ししながらゆっくり料理を作っていきます。まず人参と玉ねぎをみじん切りにするんで、今日はねこの野菜カッター出てこなかったこの野菜カッターでみじん切りにしていくので、まず人参と玉ねぎをざっくり切っていきます。ブンブンチョッパーでやる場合はこれだとね結構刃が引っかかって回らないので、ブンブンチョッパーでやる場合はいちょう切りくらいかな。で今日は玉ねぎと人参一緒にみじん切りにするので、こっちも一緒に切っちゃいます。こっちもざっくり。私いつもよりテンション低く映ってない？これ別に元気がないとかじゃなくて、2026年は素の自分を出そうと思って、いつも別に素の自分で言ってたつもりなんですけど、どうしてもやっぱり癖なのかな、スイッチ入っちゃって、こんにちはみたいなはい切っていきますよって感じになっちゃうから、なるべく自然体に喋りながらやっていきたいと思って今やってるのよ。だからオープニングちょっと若干テンション迷子になってたんだけど、もしちょっと暗く見えたらそれはもうネクラな私が出ているだけなんで、別にテンション低いとか元気ないとかそういうわけじゃないですはいでざっくり切ったので、これをもう一緒にね入れちゃいます。どんどん入れちゃう。でもう包丁とまな板はまだ使うわまだ使うから残しておいて。玉ねぎと人参はみじん切りにしていきます。結構細かい方がひき肉と合わさって美味しいので、結構細かめにしていきます。これくらい細かめにしていきます。でキャベツは短めの千切りにしていきます。本場の沖縄のタコライスは具がね飛び出るのよ、開ける時に。これレタスがね乗ってるんですよ。レタスが乗ってるんだけど、給食の場合はコストを抑えるためっていうのと、あと1回ボイルしなきゃいけないんですね。衛生管理上1回ボイルしなきゃいけないっていうのがあるから、レタスだと結構なんていうのかな、加熱しちゃうと食感がねあんまり良くなくなっちゃうから、そういう理由でキャベツを使ってますので、キャベツを千切りにしていきます。今回はキャベツでの作り方を説明しているんだけど、お好みでこれはレタスに変えても大丈夫で、家で食べる場合は別にレタス生で食べてもいいので、好きな方で作ってみてください。やっぱところどころさ気合入ってるよね喋り方さ気合入ってるよね。なんかねショート動画になんでハマってたかっていうと、アフレコが好きなの。私アフレコの作業が好きで、ショートの編集自体も楽しいんだけど、一番アフレコが好きなの。アフレコは結構カメラがない分割と自然と喋れるけど、カメラの前だとネクラ感みたいなのが出ないように結構気合い入れて喋っちゃうから難しいんだよね。でこういう太いね芯のところも細く切るとよりご飯に馴染んで美味しいです。めんどくさかったらこれはねやんなくても大丈夫。人参と玉ねぎとひき肉を炒めていきます。油をひいて、火加減は中火ぐらいで温めます。テンションが上がった時はいつもの動画ぐらいイエーイみたいな、イエーイ言わないか、やってくみたいな感じの時もあるよ。ただ結構私ねなんか良くも悪くもだけど感情がね割とフラットなんですよ、常に。だからだいたい平均してこんな感じ。フライパンの油が温まったら人参と玉ねぎを入れていきます。で中火でこの玉ねぎと人参の水分を飛ばしながら5分ぐらいかな、短くて3分ぐらい、5分ぐらいを目安に結構しっかりめに炒めます。
この野菜の水分をどんどん飛ばして旨味とかを濃縮したいんですよ。沖縄のタコライスと違うところはやっぱり給食風なので、とにかくひき肉に野菜をいっぱい入れて栄養価を取れるようにするっていうのと、あと野菜が入ることで味がちょっとマイルドになるから、味付けもそうだけどこの中に野菜を入れて子供がね食べやすい味にしてなってます。今日はね結構私多く作ってるから7分くらいは炒めたいなっていう感じ。長く炒める時はずっと炒めるとすごい大変だし、ここにいなきゃいけないっていう縛られた感じが面倒くさいので大変なので、水をちょっと入れます。少しだけ水入れて、この底がね焦げない程度に炒めながら煮るっていう感じで加熱していくと、ずっとここにへばりついてなくても大丈夫。この初め見た時に本当にここからね溢れそうなぐらい入ってて、なんでこんなに大盛りなんだろうと思ってすごいびっくりしたんだけど、このタコライス40年前くらいに沖縄で発祥したんだけど、その当時この金タコを作った義母さんっていうね男性の方が営んでた飲食店があったんだけど、それが沖縄県の金武っていうところにあるもうめちゃくちゃ大きい米軍のね基地があるんだけど、その基地の前でお店を営んでたんですよ、その義母さんっていう方が。でその常連さんだったのが入隊したばっかりの10代とか20代の兵士さんたちがよく飲みに来てたみたいなんだけど、その時にお腹いっぱい皮で包まれてるタコスをお腹いっぱい食べたいんだけど、当時はね、入隊したばっかりだったからお給料も低くていっぱい買えないし、だけどアメリカの故郷の味のタコスをいっぱい食べたいみたいなのを常連さんたちがぼやいてたのを聞いて、それじゃあちょっとお腹いっぱい食べさせてやろうみたいなので思いついたのが、タコスの具をご飯にのせるっていうことだったみたいで、ご飯にのせればお腹いっぱい食べられるし、しかもそのタコスの皮よりも安くねたくさん食べられるからっていうことでタコライスが始まったみたいなんですよ。で今もその思いが引き継がれていて、こんな爆盛りみたいなんですよ。だからこれはもうその時の義母さんの愛情が詰まったタコライス。女性だったら1パック絶対1回で食べられないと思う。私は大好きだしご飯食べるの大好きだからもう1回で食べちゃうんだけど、みんなだったら食べられないと思う。みんなだったらとか言ってなんかめちゃくちゃ上から目線で言ってたけどで私がそんなタコライスの発祥のうんちくをお話ししている間に、だいぶ水分が飛んで、やっぱり水分が飛んでくると焦げやすくなってくるので、周りにねこうやってへばりついたりとか焦げが出てきます。でこの焦げがうまみになるので、これもねもしなんか取れなかったらこうやってねもう絶対にここは取ってください。これで本当に美味しくなるから。でここに豚ひき肉加えます。熱っ。豚ひき肉をインします。実際のタコライスは牛ひき肉で作ったり合いびき肉で作るんですよ。給食の場合はコストとかもあるので豚ひきだけで作ります。だからこれもお好みで他のお肉に変えても大丈夫。ただ鶏はあんまりおすすめしない。やっぱりね結構脂が乗ってた方が美味しいから、牛か合いびき変えるなら豚ひき肉に火が通るまで炒めます。なんか久々に喋りながらやって、いやなんか普段どうやって喋ってたかな、こういう感じかな、もう分かんなくなっちゃうんだよねカメラ。やっぱりなんか説明する時にしっかり説明しなきゃと思って気合入っちゃう。なんかお腹に力入っちゃうから難しい。みんなやってみて、意外とね難しいよはい、ひき肉に火が通ったところでここに調味料を加えていきます。まずカットトマト缶を加えていきます。ニンニク忘れた。ニンニク入れなきゃダメだった。ひき肉を、炒める時に臭み消しのためにニンニクを入れます。私はここで入れるんだけど、みんなは炒める時に絶対入れてください。ニンニクの香りを出したかったんだけど最初に。もうさ、この動画作成何年やってるのよっていう、私もう4年ぐらいやってる。こういうことがあるんですよ。これはでも結構私の日常だね、よくやる。みんなは絶対にこれで忘れなくなりましたということです。ケチャップ入れます。お砂糖です。ウスターソース、そしてカレー粉と、最後はお塩と胡椒で、これをちょっと煮詰めて、まだこのまま食べちゃうとトマトの酸味、酸っぱさとか、あとウスターソースとかケチャップの鋭さみたいな、こうなんか辛みと酸味が飛んでないので、ちょっと煮詰めてこの酸味を飛ばしていくっていうのが美味しくするコツです。
給食はここに実際チリパウダー入れるんですよ。ちょっとこうスパイシーな感じにするからチリパウダー入れるんだけど、チリパウダーって大体家にないから今日は入れないで、カレー粉とこのウスターソースの辛みだけでスパイシーさを出してきます。この煮詰め加減はお好みなんだけど、弱火で5分ぐらい結構煮詰めた方がこのトマトの酸味が飛んで馴染んでね美味しくなります。もし辛み足りなかったら、今うちにはこのチリペッパーがあるので、これを最後に一振りしたりとか。このチリペッパーといえばお前動画でめちゃくちゃコメントで突っ込まれたやつね。口でチリパウダーって説明してるのに手元チリペッパーでこんなん入れたら辛すぎるよみたいな、めちゃくちゃなんかツッコミのコメント入ってた。左遷だいぶ煮詰まっていい感じになってきました。給食はカットトマトを入れる、これがベースになってるので、トマトが結構強い結構ねトマトベースの味になってます。そのままなんか今いいこと言おうとしたんだけど出てこなかった。この水分が飛んでトマトベースがひき肉と野菜に馴染んできたら、もうこれで完成。最後キャベツをボイルしていきます。給食では食中毒防止のために加熱をねしなきゃいけないっていう決まりがあるので、ささっとキャベツも湯通ししていきます。目安はだいたい 2,3 分茹でます。アフレコの場合はね、いつもね台本書いてるんですよ。言うことを忘れないようにポイントとかも全部書いてるから、その通り読めばいいんだけど、こうやって撮りながら喋ってるとさっきのニンニクみたいなことが起こるんですよ。もう一個ひき肉作ってる時に言い忘れちゃったことがあって、元の量は小学校以上の味付けの濃さでやってるんだけど、幼児食、保育園とか幼稚園に通ってる子供たち用に作りたい場合は、調味料の7割ぐらいを先に入れて取り分けてから全部の調味料を入れてくださいを言いたかったんだけど、こちらもニンニク現象起こりました。結構忘れっぽいんだよな最近。夫曰く最近じゃなくて昔かららしいんだけど、結構しっかり者のあおちゃんで通ってきたからさ、最近結構ボケてんだよねって自分では思ってる。はい、3分ぐらいかな今経ったんで、ざるにあけて流水にさらして冷まします。キャベツは流水にさらしてしっかり冷ましたら絞って水気を切ります。レタスでやる場合はこの茹でる工程がなくなるから、家では子供がね生でもうレタス食べてたらレタスの方がより簡単だけど、もし野菜いっぱい食べさせたいっていう場合は一回こうやって湯通しするとキャベツすっごい縮むじゃないですか。キャベツだけじゃなくても野菜って加熱すると傘がすっごい減るから、もし野菜いっぱい食べさせたいっていう場合はキャベツとかを一回ボイルすると量はね取れます。では盛り付けていきますご飯を盛り付けたら、盛り付けの順は結構お好みで大丈夫。私チーズとかしたいから普段はご飯の上にチーズすぐ乗せちゃうんだけど、今日は動画なんでね見栄えを気にしてこの上にレタスじゃないキャベツ、ボイルしたキャベツと、キャベツ結構絞ると重なっちゃうのでほぐしながら全体に乗せてください。こんな感じで乗せてひき肉を乗せていきたいと思います。実際は結構茶色っぽいんだけど、トマトベースだから給食はね赤っぽい色です。ここにチーズ乗せていくんですけど、おすすめはこのオレンジ色のレッドチェダー。これが本当にタコライスに合って美味しいんですよ。上からかけます。給食は実際もうちょっと食塩とか単価とかもあるんで測りながらやるんだけど、私が食べるので多めに入れちゃう。最後は角切りにしたトマトを乗せます。私はこのトマトいっぱいのタコライスが大好きなんだけど、沖縄って一年中トマト高いんだよね。それもあってなのかわかんないけど、沖縄のタコライスねトマトそんなに乗ってないの。ちょんって乗ってる感じだからそんなにいっぱいは乗ってないんだけど、個人的にはいっぱい乗せて食べるのが好きということで、給食のタコライス完成です。いただきます。美味しそう、具だくさん。給食のタコライスはまた沖縄のタコライスとはちょっと違うマイルドさがあるんだけど、これはこれでね美味しいんだよね。私これ大好き。今日はこの自分で作ったタコライスと金タコがあるというタコライス尽くし、もうめっちゃテンション上がってる。本当に好きなの。もうめっちゃ買いに行くんだよねこれ。よくタコスよりタコライスが好きだから、パパッとさなんかめんどくさいからカレーにしようとかじゃなくて、パパッとタコライス食べたいっていうタイプ。それぐらい好き。いただきます。ちょっと立ちで失礼します。
トマトの酸味と野菜の甘みとチーズの塩味が合わさって最高美味しい。給食のタコライスの場合ってトマトがベースだからちょっとピリ辛なミートソースの味に近いかも。ピリ辛なミートソースがチリコンカン、チリコンカンとはちょっと違うか。なんかトマトベースのタコライスです。最高。最後の煮詰めるところは結構時間かけて長く煮詰めた方がトマト感がいい意味で薄れて馴染んでくるから、最後の煮詰めは長めにより茹でた方が煮込んだ方が美味しいです。キングタコスでタコライス買うとこれケチャップじゃなくてピリ辛なソースなんだけど、これをねかけて食べるんですよ。イートインもあって、イートインは本当に大きいケチャップが入ってるようなソースボトルにこれが入ってて、みんな結構地元の方とかは結構かける。私はあんまりかけられないんだけど、辛いの苦手だからかけないんだけど、もし本場の味に近づけたかったらこういうチリペッパーとか辛みがあるものを最後にかけるのがおすすめ。久しぶりの喋りながらの動画だからどういう締めだったか忘れちゃった皆さんよかったらぜひ作ってみてください。チャンネル登録高評価よろしくねとか言ったことないけど。ではまた次回の動画でお会いしましょう。